井戸さんの338億円の件に関してメディアは騒がないとか言うてるけどね、メディア騒がないですよ、そら。せっかく 25% にせんと思ってたのに、井戸のアホが作った 0.8 のせいで俺死んでまうやんけ。かっこ 24.2% の話はしないけどね。3.2%。ってことは残りの 96.8% は元彦の借金です。3.2% が致命的だと言うんやったら言うとけドアホ。長期金利の金利それぐらいつくわ。お前が万博や、どうたらこうたらや、基金の積み上げやどうたらこうたらで1年遊んでたら、井戸さんが作った338億円1年で金利だけで消えんねん。もう今日はもう一日笑うて過ごしたい。もう夕べ寝る前にもう大爆笑しましたの。もう腹抱えて笑うた俺もう。兵庫県。知財法違反疑いの記載は前知事井戸利里市として専門家による検証へやって第三者委員会作るそうです。お前第三者委員会の答えを受け入れてへんのになんで第三者委員会作んねん。ほな井戸さんは第三者委員会の答えはそれはそうかもわかりません、真摯に受け止めますが適法適切でした言うたらええんけ。一つの意見や言うて終わったらどないすんねん。またミルクボーイや。斉藤元彦がな、第三者委員会も一つの意見やって言うねん。そやったら一つの意見やろ。せやけどな、井戸さんのな、地方財政法違反のことを検証するのにもっぺん第三者委員会作る言うてんねん。ほんなやったら第三者委員会の見解は信頼がおけんねやろ。せやけどな、第三者委員会の答えに対してもな、様々な意見があるって元彦は言うねん。ほんでったら様々な意見があんねやろ。ミルクボーイにしかならんのよ、元彦のやってることは。で、ネットを見てると、今回のこの井戸さんの違法行為がなんであかんかいうことを理解してるやつほとんどいないね。ほとんどいないというか、主張の中で自己矛盾してることさえ気づいてないね。338億円使ったと思ってんねん。使ってないからね。338億円を返してないということですからね。もともと何ぼやった養崎債が450億円やったっけ ?450 億円で公共事業用の土地の収入のために金が必要や、土地を買うために金が必要やから言うて、平成何年か年度忘れましたけど、450億円の記載してるわけですよ。で、450億円の借金をその時点でしてるわけ。で、その450億円の借金を復興とかにいろいろ使ってたわけですよ。すでにね。で、その450億円の借金から、338億円やから50の62やから122億円か。122億円土地を買うたやつが売れたわけ。ほら、その分を返さなあかんわけよ。で、それを返さんと借金を続けたわけ。借り換えるタイミングでほんま返さんなあかんねんけど、返さへんかった。338億ごめん、売れた。売れた。逆。売れた。338億円売れた。450億円のうちの388億円分売れたんや。売れたんやったらその338億円を返さんならんねんけど、返したら県の財政の公債比率が上がってまうから、公債比率が上がったらえらいことになるから言うて借り換えたんや。で、それが返さなあかんもん返してへん言うて違法や言われてる。だから違法は違法やで。そう怒られなあかんで悪いことしてんねんから。そやけど、県の財布から金が出ていったか出ていってないか言うたら出ていってない。粉飾決済は粉飾決済で、違法行為は違法行為やで。そやけど、出ていった金を出ていってないように粉飾したわけではないわけです。返さんならん借金を返せませんって嘘ついたという罪です。で、これ、経営的に言うと、公債比率だけ気にするってのは変やけど、なんで公債比率を気にするか言ったら、記載許可団体になってまうわけ。公債比率が 25% を超えると。で、記載許可団体やったら国の言うことを聞かなあかんというかめんどくさいから、帳簿上記載許可団体にせんとこうと思う努力をすると、そういうことをせなんかあかんかったということです。
いえ、借り換えと粉飾は違いますね。それは無駄に井戸さんを擁護してるんで。あれは違法やし、やったらあかんことやし、粉飾は粉飾やし、不透明は不透明やから、ごめんなさいって言わなあかんことです。だから、その井戸さんの違法行為で、県の財布からよそへどっかへなんかの支払いに回った額を言うたら、ないです。むしろ、よそへどっかやってへんさから怒られてるわけ。で、井戸さんは、一回兵庫県が記載許可団体になったのを、もっぺん普通の自治体に戻してるんで、もっぺん記載許可団体になるの嫌やったよな。もう記載許可団体になって、国にどやこや言われてずっとやってきたやつをようやく財政健全化して、記載許可団体から兵庫県が卒業して、で、また何年か経ったらこのままいったらまた記載許可団体になるかもわからへんっていうのを必死に防がなあかんと思ってやらはったんでしょ。で、どっかに金がね、溶けてなくなったっていう額で言うたら0円ですよ。何かに使ったわけじゃないです。ね、使った金言うたら万博とフィールドパビリオンと自撮りで使ってる数十億円の金の方が溶けてなくなってます。使ってる金言うんやったら。県の財布から金をよそに流してる言うんやったら、万博に使った金。そやから、あいつ万博にいくら使ったかって一切言わへんやろ。言われへんねんって。大丈夫なんて言われるから、使った言うたら。使いまくってんのは元彦です。ブルゾンチェームより多いね。いやもう、ということですよ、ほんまに。で、しかも昨日も言うたけど、総資産の中の借金が 25% を超えるとっていう基準のこの 25% のうち、井戸さんのその338億円は 25% のうちの 0.8%、全体の 0.8% です。25% のうちの 24.2% はこの話と関係のない借金。印象操作したいだけです。で、これに騙される方が頭悪いんで、恥ずかしいんで騙されんの。たった 0.8% です。全体の借金の。だから25のうちの 0.8 です。だいたいね、338億円って聞いてびっくりするけど、兵庫県が阪神淡路大震災からこの方重ねてきた借金って1兆円超えんねんで。あの被害からの復興をほぼ2年、あの被害を掃除レベルの復興を2年でやり遂げ、元の生活に戻るのに、どこをもって何をもって元の生活に戻るっていう定義はあるかもわからんけど、それこそ稲村さんとか竹内さんが、その仮設住宅を回ったりとか、小学校が潰れた小学校をもっぺん復興するために竹内さんは地元に人間が戻ってくるということは、小学生が小学校に戻ってくることだ言うて、小学校の支援とかしてはったんですよ、ボランティア時代に。そやから何をもって、で、最後の仮設住宅がなくなるまでというのかどうかはわからんけども、何しか地震前の生活にようやく戻れたな、いうのに、4、5年でやり遂げてるわけですよ、あれをね。1兆円超えるんですよ。1兆円。で、昨日も話したけど、すべての借金は資本主義社会において、時間の前借りという性質を有します。昨日も話しましたけども、要は50年ちびちびやってたら借金なんかせんでも復興できたんですよ。そこら辺の焼け野原ちょっと待ってな、こっちからやるさかいな、言ってゆっくりやってたら借金なんかせんでもええんですよ。ゆっくり、阪神高速倒れてるの見て、あれ柱一本ずつ、今年の予算見たら柱一本ずつ削るしかないから、柱数えたら20本倒れてるさかいに、柱全部撤去するのに20年かかるわ。言うてんやったら借金なんかせんでええんです。これね、ちょっとね、これね、ちょっと大事な話なんてやっとこうかな。僕、防災士なんですよ。で、防災士って講習受けなあかんの。で、その防災士の講習でね、一番最初にやらされるのがね、阪神淡路大震災がいかに日本の国策を変えたかという話なんですよ。自民党の政治って言うたらね、すぐダム作ると思ってるでしょ。なんで阪神淡路の時は税金で賄ってくれへんかったんって話をする。この疑問に答えましょう。防災士の免許証というか防災士のこれ質問です。これもうとても重要な話なんです。しゃあないなって話なんですけど、これがね、大事なポイントなんです。兵庫県の財政難を語るときに。ありました。防災士なんですよ、僕。で、これね、ほんまに日本人は覚えといた方がいいと思うんですけど、日本列島というのは、
日本列島が中国大陸から分離して、どんどん太平洋側に出てきたわけですよ。もう数十万年前にね。で、この、どんどん、こう、中国大陸の端っこにこう、ひっついとった島、こんな半島やったやつがどんどん、じびじび動いてきて今のうちに来とるわけですよ。で、この、じびじび動いてここまで来た力学そのものが地震の賜物なわけですよ。ってことは、この島というのはずっと揺れ続けてんねん。ちょっとずつ毎年ハワイと近づいてるわけですよ。で、ハワイもこっちから来とるしね。で、フィリピン海プレートと太平洋プレートと、こう、合わさっとうわけですよ。銚子沖ぐらいでね。千葉県沖ぐらいで太平洋とこうなって、フィリピン海プレートと太平洋プレートが来てて、上からユーラシアプレートっていうのが来てて、こう、盛り込んでて、このユーラシアプレートが太平洋プレートにこう、太平洋プレートは太平洋プレートでこうっていこうと動いてる。ユーラシアプレートはユーラシアプレートで動こうとしてて、くーっと、こうなってるとこに日本列島ってのは、で、これはずっと揺れてるんです。で、戦後の復興期、1945年8月15日に、陳不覚世界の体制と帝国の現状に鑑みの、後から戦後の復興、日本の高度経済成長っていうのが始まるわけですな。そっから始まる約50年間は、日本列島数万年の歴史の中で、奇跡のように地震の少なかった50年間なんです。それなぜか。陳不覚世界の体制と帝国の現状に鑑みの1年前に戦争中やからほとんど報道されてなかったけれども、今僕らが心配している南海トラフ地震と東海地震の両方とも起こってるんですよ。今僕らが100年に1回の大地震が来ると言うてる東南海地震と南海トラフ地震の今政府が巨額の予算を投じて今まさに防災対策をしてる巨大地震が1944年から1945年にかけて相次いで起こったわけ。だから日本列島の下に溜まってる地震貯金がそこで一気に解放されたわけですよ。で、戦争中でアメリカに弱いとこ見せられへん、中国に弱いとこ見せられへん言うて、大日本帝国政府は、その大津波、大地震の報道を徹底的に封じたの。徹底的に封じたの。地面は揺れるわ、B29 は来るわ、原爆は落とされるわ、沖縄には鉄の雨降るわ、が、陳不覚世界の体制と帝国の現状に鑑みの前の1年半やった。ほんで、今と一緒でアホは、これはアメリカの新兵器やとか言うてしまうしね。ボッコボコやって。で、うやむやになったんです。もう高知県と、もうあっちこっちでもうえらい被害が、今の南海トラフ地震、今僕らが言うてる南海トラフ地震も、東南海地震も両方とも起こってしもとうから。えらいことになったんですよ。で、それがえらいことやな、言うてて、原爆落ちたな、沖縄あかんようになってもうたな、えらいことやな、陳不覚世界の体制と帝国の現状に鑑み、トカトントンの時代がやってくるわけですよ。トカトントンの時代がやってきたときに、日本列島の、ほんまやったら、太平洋プレートは太平洋プレート、フィリピン海プレートやったらフィリピン海プレートが、それぞれ貯める貯金センター、刀の茶碗やんけ。貯金が、最小公倍数的に重なったわけ。1年半に。一回、何期に一回大セールをするわけですよ。地震貯金は、日本列島の下にある。そのうちの一つがこの間の東日本大震災でもあったんやけど、貯金貯めんのよ。で、それを何年に一回か大整理すんねん。各プレートが。大放出を出血大サービスしよんのよ。で、それぞれの時期は別やねんけど、素数ゼミが重なると、今年のアメリカがそうなんですけど、素数年に生まれるセミが素数の最小公倍数が来ると、ダッと生まれるのと一緒で、1年半ぐらい、最小公倍数が重なったわけ。そんなんも日本列島の歴史の中でも1000年に1回かどうかの話なんですけど。で、地震貯金の解放出血大サービスを戦争終わる1年半ぐらい前に日本列島でやってもうたわけ。そやから、名古屋から西、
紀伊半島の先っぽ、四国の四国の高知県、で、宮崎県、鹿児島でもえらいことになってるんですよ。中島飛行機とか、いわゆる軍需工場が B29 に潰される前に地震で潰れてるんです。大阪もえらい被害を受けてるんですよ、実を言うと。津波がね、大和川と淀川両方とも遡上してるんです、この時の津波が。で、今もう大阪にはその時の日が経ってますよ。行さんの人が死んでるんで。で、それで地震貯金がゼロになったわけ。1945年あたりで。で、GHQ がやってきて戦後の復興を始まりました。ギムミーチョコレートです。その延長で朝鮮戦争が始まります。朝鮮戦争の戦争特需で日本の産業界が儲かり始めますっていう時に、地震貯金ゼロやから、大きな地震が起こらん時に、来る災害って台風と大雨だけやったんや。台風と大雨やった。それが伊勢湾台風であり、枕崎台風であり、ジェーン台風であり、ものすごい水害が来たんです。で、要は、それこそ縄文、弥生の昔から日本というと地震と台風というのは両方大きい災害やってんやけども、その地震と台風という大きな災害の二本柱が、たまたま偶然日本列島の歴史の中にも1000年に1回あるかないかの素数と素数の重なり合いで地震貯金がゼロになってもうたから、戦後の高度復興期というのは災害といえば台風やったんや。そやから自民党はすぐ治水工事をしたがんねん。実際人死んでるから。すぐダム作りたがんねん。で、地震なんかないと思ってるから原発建てたんや。50年前に。限られた国の予算を防災に使うとすると、目の前で人が死んでる災害は、昔の日本やったら地震と台風の二本柱やったのにもかかわらず、高度経済政治狂気にある大規模災害というのは風水害ばっかりやから風水害になる。で地震なんかないと思ってるから後回しになってん。で、せやから、砂防法を始め、地産地水の法律っていっぱいあんねんけど、地震関連の手当っていうのは全然法整備もなかったんですよ。で、その象徴が大阪、神戸、京都で大規模地震なんて来ないという神話が生まれてしまうぐらいみんな地震がないと思ってるんです。だから地震に対するいろんな手立てというのは秋田で大きな地震があったりとかするんやけども、それはいわゆる断層型の地震でね。しかも、どっちかっていうと、人口密度がそなところで起こってたんで、被害も大きくない、いわゆる人的被害が大きくないので、後回しになってた。で、それやったらあかんって言ったのが、間違えてたやんっていう契機になったのが、1995年の1月17日の阪神淡路大震災だったんです。朝、50年間の日本の国策は間違えてたということを示したわけです。で、ましてや、あんな人口集積地で直下型の地震が起こるなんてことは想定もしてなかった。どれぐらい世の中が変わったかって、レバー式の蛇口、今上押すでしょ？昔は下押してたんよ。ほんだら下押したら水出たんよ。今上上げるでしょ？あれなんでか言うたら、阪神淡路大震災の時に家潰れて、物に上当たってて、下に出てて、断水してんねんけど、復興したら水わー出て、溢れた境に蛇口反対になったんです。で、今もどんどん減ってきたけど、まだ田舎行ったら残ってますけど、大概昔のマンションって1階駐車場やったんですよ。マンション建ってて、下の1階の部分の壁がのうて、そこへ車止めるようになってた、昔は。でそれさやけど、阪神淡路大震災の時にそれが全部ドーンと落ちて、下の車全部潰れてもうてるから、もうあれあかんって話になって。で、壁がない分、耐震弱いでしょ？あれも、下駄履きマンションがなくなったんは、阪神淡路大震災がきっかけですよ。都市部であんな大災害が起こるなんてことは考えてなかったから、国がその大災害を支援する法的枠組みがなかったんです。で、さらに言うと、阪神淡路大震災は、もう一個不幸があるんですよ。淡路島の断層がドーンとなってもうたから、あれだけの激しい揺れが来たんやけど、
他も揺れたで。岡山も揺れたし、大阪もめちゃめちゃ揺れたし、奈良も揺れたし、京都も揺れたし、和歌山も揺れた。あちこち揺れた。香川も徳島もあちこち揺れたんやけども、強烈な人的被害が発生するほど、それからインフラが壊滅的な被害を受けるほどの被害は、兵庫県一県にとどまったわけですよ。そこがね、台風被害とえらい違いだ。台風被害というのは鹿児島から舐めるように来て、信長の野望の台風イベントみたいに、日本列島あちこちに罰がつくわけでしょ。昔の信長の野望でそうやったでしょ。台風来たら、バサ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 あれ腹立つやつ。そやけど、阪神淡路大震災は、そこだけやったんや。あちこち被害やったけど、強烈なインフラ破壊と人的被害があったのは、そこだけやったんや。よう考えてみ。東日本大震災、福島、宮城、岩手、青森沿岸津波を襲ってんねんで。4都道府県に津波だけでも、またがってるわけ。東京でも死んでる。九段海岸の屋根落ちて4人ぐらい亡くなってるよね、あれね。だけど、阪神淡路大震災は地震の特性から、ほんまに尼崎から西、加古川から東、で、淡路島と、兵庫県一県が集中的にあかんかった。神戸市内の中でも、日踊り越え越えて鈴蘭内の方とかってあんま大したことなかったわけでしょ。西宮にしても尼崎にしたかって、同じ市内でも、ここはあかんけどこっちは OK みたいなとこまだらにできるけども、何しか兵庫県の中で大規模な被害というのは生まれたから、国は台風のように、台風の風水害に対する復興に、伊勢湾台風、ジェーン台風、カスリン台風、室戸台風、第二室戸台風の経験から、高知から愛知県にかけての広い都道府県を広範囲に助ける、風水害に対する予算の枠組み、救援の枠組みっていうのあったけど、地震被害で自治体を助ける枠組みがなかった当時。なかった。かつ被害が兵庫県一県にとどまったから、兵庫県は自力でやるしかなかったんです。せやから借金せんなあかんかって、1兆円を超える。1兆3000億円やったっけ。貝原さんの時代と井戸さんの時代で累積で1兆3000億円の借金してる。自前で。で、貝原さんと井戸さんは、この1兆3000億円を使って復興し、で、かつ借金をもうほぼほぼ返し続けてんねん。一自治体でそれだけ借金せなあかんかったんや。その後いろんな仕組みができたよ。だからいかに能登がおかしいかって話なんでもあるんだけどね。能登の復興のやり方見たら、阪神淡路大震災の反省一切なし。で、これもっとその文学的に表現すると、稲村和美と竹内さんがいない復興がどれだけ遅れるかって話ですよ。まるで阪神淡路大震災の経験がなかったかのように。で、阪神淡路大震災があったあの年はボランティア元年と言われたんですが、ボランティア元年と言われたほどボランティアが活躍したあの地震の影響、地震の教訓を能登は全く学習してないですな。まあそれはええんですけど。で、だから例えば中越地震であるとか、その後起こった中越地震であるとか、あるいはその東日本大震災であるとか、あるいは熊本地震であるとかというのは、阪神淡路大震災の時に法的枠組みがなかったから、兵庫県に国から積極的な財政上の支援ができなかった。という反省に基づいて、後に国が法整備をした成果で支援されてるから、兵庫県みたいに自分で借金しまくるってことせんでもええわけですよ。各市町村で借りた借金と兵庫県の借金合わせたら、2兆円台の後半行くんよね、確かね。全部合わせて。西宮、尼崎、宝塚、神戸、加古川、姫路、洲本等々のその各基礎自治体が借りた借金と兵庫県が借りた借金、県内中の借金合わせたら2兆円かかったんですよ。で、我がで借りなあかんねん。で、我がで借りて我がで返さなあかんんです。今でこの、なんで阪神淡路の時は税金で賄ってくれなかったんっていうの分かった。という流れがあるんです。阪神淡路大震災というと、基本的には、一番有名なのは阪神高速が倒れてる絵でしょうけども、この間
丸い前で斎藤元彦人殺しっていう集会をセンター街見ながらやってと思ったのは、まあこれはセンター街の写真が出てけえへんかったんで近所ですけど、これパ山から西撮った写真ですよ。直後にこれ三宮の阪急の駅前です。これ三宮の阪急の駅前、北側山側、阪急の駅前の山側の出口を西向いて撮ってる写真です。センター街、これ潰れて燃えてすすけて何ものうなってもうたんです。まあ、さっきの写真の引きですけども、引いたらこんな感じですよ。阪急のビルもボロボロになってもうてる。これを元に戻すのに金が必要やったんです。まあ、これがまあ一番有名な光景でしょうな。まあ、これをね、片付けんならん、元に戻さんならん。まあ、中んずくこれですわな。嫌な思い出が蘇る人もいらっしゃるかもわかりませんが、辛い映像が続くかもわかりませんが、こうなったわけです。この写真の下では今、まさに何百人という人が亡くなりつつある瞬間の写真です、これは。その後はこうなるわけです。まだちょっと火燃えとるけど。これがこうなるんです。これを元に戻すのに、人の命を救うのに、生活を戻すのに、兵庫県単体で1兆3000億円でしたか、ちょっと頭に数字入ってませんが、1兆3000億円。兵庫県内の市町村を合わせると2兆円を超える借金を自治体として作ったんです。金かかんのは当然やな。借金まみれになるのは当然やわな。ようなんか知らんけど、利権やどうたらこうたらや言うてますけど、むしろ30年で今の西宮、尼崎、芦屋、まあ芦屋みたいなどうでもいいけども、三宮、元町、長田、新海地が戻ってきたのは、ようやったないう話なんちゃうの。よう頑張らなかったないや、よう頑張ったって。これ今まあ神戸市内を中心に写真を見てもらいましたが、まあこれと同じような被害は淡路島でも起こってるわけですからね。淡路島も結構壊滅的、結構どころか極めて甚大な被害を受けてるわけです。淡路島もね。で港も赤になったし、あぜ道も赤になったし、玉ねぎ植えるとこなくなったんや。いや冗談やなしに。淡路島で玉ねぎ植えられへん言うたら、群馬で言うたら黒曜石取られへんみたいな話やねんから。もうそれはもうえらいことですよ。で、井戸は利権まみれやとか言うてるでしょ。簡単なことよう言うてるやつおるでしょ。これ知らんねん全部。阪神淡路大震災の1995年1月17日のタイミングで20歳を超えてはる人やったら覚えてると思いますけど、上岡レと鶴瓶のパペポでね、真面目な会があったんです。一回だけ。阪神淡路大震災の後で。覚えてる人おるかな。笑い一切なしの客入れんと伝説のパペポ会があったんですよ。で、今語り継がれるのは報道各社のヘリコプター、あれなんやねんと。埋まってる人の声聞こうと思って現場で救助してる人がおんのに、空をヘリコプター飛ぶな。空撮の絵撮りたいってのはテレビに出てる人間やからわかるけども、言うたかって地べたでは瓦礫をひっくり返して一人でも多くの人を助けようと思ってる人がいるときに、上空をヘリコプターが飛ぶなと言うて怒ってるっていうところが、今も語り継がれてる人、まあそれは正論だしねということで、まあ後にその上岡龍太郎と鶴瓶が言うてることはその通りやなということで報道各社も自粛するようになったりとかするんですが、あの回でね、実を言うとね、あの二人がね一番語ってたのは東京のメディアの無視やったんです。今はヘリコプターのところだけこう語り継がれてますけど、パペポのすべての二人の客入れず笑い一切なしの上岡龍太郎と鶴瓶の笑い一切なしの二人の掛け合いの内容は、東京のメディアがなんでこんなに行さんの人が死んで行さんの人の生活が潰れてる大事件大事故なのにもかかわらず、なんでこんなに無視すんねんと。あの二人はほら東京でも仕事するでしょ。
友達がおる、親戚がおるから言うて、大阪から西向けて走っていったらもう別世界が広がっててむちゃくちゃになってると。仕事があるから戻らなあかんって新大阪で新幹線乗って東京降りたらまた違う別世界がそこにあるって話をずっとやってるんです。で、これがもし東京で起こってたら日本全国大騒ぎしとったんちゃうんかと。なんで東京の人間はこの兵庫県の阪神淡路大震災のひどさ、激しさを報じてくれないんだということをずーっと言うてたんです。その中で出てきたヘリコプターの話。で、この時の話を兵庫の人と話すると、この上岡龍太郎と鶴瓶が阪神淡路大震災から10日ほど経って流れたんかな。だから1月の後半にあれは流れてるはずです。僕はもちろんさっき言ったみたいにアメリカに戻ってましたから見てなかったですよ。次の年のクリスマスで帰ってきた時にいとこのお姉ちゃんがねパペポを全部録画してくれてて、クリスマスを帰るともうずっとパペポを見るっていう生活をしてたんですよ、あの頃ね。でそれで見ました。それで見ましたけど覚えてますけど、その話をずっとしてるんですね。リアルタイムでは見てなかったけどビデオで見て覚えてるんですが、でこの話とかをこう飲みながら飲み屋のおっちゃんとかお姉ちゃんとかおばちゃんと話をしてると、よう出てくるのが寂しかったって言葉なんですよね。孤独やった、ほっとかれっぱなしやったで話をします。でまあ俺の行く飲み屋飯屋ですから、若いお姉ちゃんが俺らのとこには行きませんからね。いる言うたかってそのカウンターの向こうにお惣菜作ってるおばちゃんがおる、おっちゃんがおる、寿司握ってるおっちゃんがおる、お茶運んでくれるおばちゃんがおるっていうような店ばっかりですからね。で飲みに行く言うたかってお姉ちゃんがいるような店飲みに行きませんから、おっちゃんがねバーテンダーのおっちゃんがいてはるみたいな、そんな店ばっかりですからね。でそういうおっちゃんらと話だから、当時そやから30代とか40代働き盛りも働き盛りの頃のおっちゃんおばちゃん、当時ね子供を育ててる最中のおっちゃんおばちゃんやったわけです。一番辛いなと思うのはそういう話してると、お子さんを亡くされてたりね、配偶者を亡くされてたりご兄弟を亡くされてたりする方がちょいちょいおられて、そういうお話をお伺いしてて、でそういうの聞いてると大概その孤独やった、寂しかったっていうんですよね。それはまあ上岡龍太郎と鶴瓶の言葉で借りると、東京はなんで無視すんねんという一言になるんでしょうな。でもちろんその辛さ寂しさっていうのは僕はこうお話をお伺いしてしんどかったなって思うんですが、構造としてはもっぺん同じ災害に兵庫県は襲われてますね。とんでもない災害なのにもかかわらず東京のメディアが無視をするというね。まあ俺がこだわる理由もそこにあるのかもわからんけども、なんかね責務みたいなことを感じるのはそこにあるのかもわからんけどね。宮城と朝からのご縁を頂戴したっていうことも契機の一つです。死んでる人がいることを冗談にしたらあかんよね。冗談にしたらあかんことっていっぱいあると思うね。だから冗談は時には必要やと思うしね。俺も冗談言うし、辛気臭い顔してるぐらいやったら笑っとる方がええやんけと俺も思うよ。さあやっぱちょっとね、人死んでるからね。我がの気持ちとか、我がの見た目とか、我がの人間関係とか、あんま関係ないよね。人死んでる話で。ちゃんと向き合ってほしいですよね。人が死んでる。で、それは、その宮城と朝からのご縁を頂戴した、壊滅的な打撃を受けた被災地とね、たまたま違う記事だけども、ね、朝からのご縁をいただいた身としては、ふざけたらあかんとこでふざけたらあかんで。で、今まあ話を戻しますけども、井戸さんの338億円の件に関してメディアは騒がないとか言うてるけどね、メディア騒がないですよ、そら。違法行為ですよ。だから違法行為という意味では、どんちゃん騒がなあかんという側面はあるけども、一方で騒がないですよ。1兆3000億円分の338億円です。その1兆3000億円というのも何に使うたか分かってる1兆3000億円です。放漫経営、贅沢三昧で1兆3000億円が積み上がったんじゃないです。これを元に戻すのに1兆3000億円かかってるんです。こうすんのに1兆3000億円かかってるんです。
338億円そんなに大騒ぎして、その338億円借り換えんと返さなあかんかった金やった。その338億円でうちは財政破綻したんや、1兆円を前にしてっていうような話をするんであれば、お前がほんだら万博に金使わへんかってよかったんやんけ。お前が幅タンペイせえへんかってよかったんやんけ。お前が県立大学の無償化せえへんかってよかったんやんけ。ちゅう話になるやんね。せっかく 25% 以上にせえへんと頑張ってたのに、あの 0.8% のせいで 25% になってまうっていうことは 24.2% お前のせいやいうことですよ。せっかく 25% にせんと思ってたのに、井戸のアホが作った 0.8 のせいで俺死んでまうやんけ。かっこ 24.2% の話はしないけどね。それまともな人間の言うことけ？ 0.8 割る25ってなんぼやねん。0.32 やんけ。俺の計算間違えてないよな。全資産を100とした時の 25% が借金や言うてるわけですよ。で、そのうちの 0.8 が井戸さんのその338億円や言うてるんですよね。これ 0.8 なんでしょ？割る25。まあ、パーセント割り戻しするの 0.032 よね。どう計算してもね。0.032 ですよ。で、これ逆の計算した方がいいのか。25を100にしよう思ったら4かけなあかんから、0.8×4 にしたらええんか。4。3.2% です。3.2%。ってことは残りの 96.8% は元彦の借金です。俺の計算間違うてないよね。全体の総資産のうち借金が占める比率が 25% になるから、早期健全化団体にならなあかん言うてるわけですよ。ね。ってことは借金だけを見たときに 25% 言うてるから、100割る25をしたらええんやな。100割る25、全体の借金だけを見ようと思ったら、100割る25ってしようと思ったら、何してんねん。100割る25をしようと思ったら、100割る25にすると4です。当たり前です。それからこの4を、その井戸さんが作った 0.8 にかければいいんです。かける4かける 0.8 は 3.2。25% というのは兵庫県のすべての資産を母数にした時の借金の割合が 25% 言うてるから、この 25% だけを分母に持ってくると100になりますから、4倍することになります。100割る25は4やからね。だから分子である 0.8 に4かけたら 3.2 です。3.2% が致命的だと言うんやったら言うとけどアホ。長期金利の金利それぐらいつくわ。昨日金利の話をしつこくしたのはそういうことです。この 3.2 という数字は長期金利です。お前が万博や、どうたらこうたらや、基金の積み上げやどうたらこうたらで1年遊んでたら、井戸さんが作った338億円1年で金利だけで消えんねん。小学校の算数、経営計算やなしに小学校の算数でやるとこういうことです。25% 言うてんねんから 0.25 ですわな。0.25 割る、そのうちの井戸さんの 0.8%、0.8。当たり前の話ですが、0.3125 で、これはパーセントの話だから100倍するから、3.2%。何してんねん。お前ポーっとしてる間に、これぐらい井戸さんが作った金額と同じだけの借金増えていくねん。金利上がってる局面で。ぜひ記者会見でさっきの 0.25 割る 0.008 の計算をしてみてください。知事、交際比率 25%。その 25% のうちの井戸さんの悪質な違法行為は 0.8%。ということは 0.25 割る 0.008 は 3.125 です。この 3.125 という数字、どっかで見たことありませんか？県が今、財政再建の指標としている金利水準と全く一緒ですよね。今、知事が騒いでおられる338億円、1年間の金利とほぼ一緒なんです。そら、井戸さんの違法行為を糾弾することは重要なんでしょう。それで、話し合いに話し合い、検証に検証を重ねればいいでしょう。その裏で金利積み上がるんですよ。井戸さんが作った借金と同じだけの。ということです。どういう機弁に付き合わされてるかということを考えてみなはれ。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。